ニュージーランドの小さな部屋からの上原美穂です。今回はこんな可愛らしい編み地の編み方をご紹介いたします。これはバブルステッチとかラズベリーステッチと呼ばれている編み方で、この編み方で編むと編み地がポコポコ丸い玉がたくさんできて、とてもキュートな編み地になります。なのでニット帽やマフラーを編む際にはもちろん、この編み地はかぎ針で編んだ時のように適度に硬くなるので、ポーチやカバンなどを編む際にもおすすめです。普通に編むだけでこんなに可愛らしい編み地になるので、ご存知でない方はぜひこの機会に編み方を習得してください。それでは早速編み方の説明を始めていきます。この模様の目数は、横方向は4の倍数の目数、縦方向は4段で1つの模様になります。今回は横方向に12目の編み地を使って編み方を説明していきます。それではまず12目作り目をしていきます。それでは今から12目作り目をしていきます。ここでは作り目の方法は詳しく説明しませんが、もし作り目が不安な方はスヌーズの編み方の動画で詳しく説明していますので、よかったらそちらの方も合わせてご覧ください。12、これで12目作ることができました。それでは今から模様に入っての1段目を編んでいきます。それでは今から模様に入ってからの1段目を編んでいきます。この1段目の編み方はずっと裏編みで編んでいきます。それではやっていきます。1段目を編むことができました。そしたら次は模様に入ってからの2段目を編んでいきます。2段目はちょっとだけ複雑になるので注意して見てみてください。まずこの1つ目の目で表編み、裏編み、表編みと3目分編んでみます。どういう風にやるかというと、具体的なやり方は、まずこの普通に表編みをする時のように表編みで編みます。そして普通ならこの先端の目をここのタイミングで棒針から外すところなんですけれども、外さないでこのまま次はこの毛糸を編み地の手前に持ってきて、同じ目にもう一度針を刺して、これを裏編みで編みます。そしてここでもまだこの左の棒針の先端の目は外さずに、今度もう一回この糸を編み地の後ろに持ってきます。そしてこれ最後にもう一回ここから針を入れて表編みで編みます。ここまでできたらこの左の棒針の目を外します。これで3目同じ目で編むことができました。そして次の目はまた編み地の前にこの毛糸を持ってきて、この3目を右上3目一度の方法で編みます。まずこの3目にこんな感じで同時に針を刺します。そして糸をかけて、これを裏編みで一気に編みます。編んだらこの左の棒針からそっと外して、これで右上3目一度ができました。これで一つの模様ができたので、あとはこの今やったことをあと2回繰り返していきます。それではまずやってみます。ここでは先ほどもやったようにこの1つ目の目で3目分表編み、裏編み、表編みと編んでいきます。まずやってみます。まずは普通に表編みを編むのと同じように表編みを編んで、毛糸を編み地の手前に持ってきます。そして次は裏編みで1目編みます。そしてここでもまだ落とさずに、次は後ろに編み地の後ろにまた毛糸を持っていったら、最後にこの目を表編みで編みます。そして3目分ここまでできたら、この左の棒針の先端の目をちょっと落とします。ちょっと棒針から外して、これで1つの目で3目分編むことができました。そしたら次は
このまた編み図の手前にこの糸を持ってきて、先端の目から数えて3目分一緒に右上3目一度の方法で編みます。こんな感じで一気に針を刺したら糸をかけて裏編みで一気に編みます。そしてここまでできたら左の棒針から外します。これで2つ目の模様もできました。そしたら次は最後の模様になります。最後の模様も今までやってきたと同じように初めの目で3目分編みます。なので初めは針を刺して、こんな風に針を刺して表編みで編んで、そして糸を手前に持ってきて、次は裏編みで編んで、そしてまた最後に糸を後ろに持っていって、最後は表編みで編んだら左の棒針から外します。そしてここまでできたら一回糸を手前に、編み地の手前に持ってきて、この残りの3目に一気にこの右の棒針を刺します。そして糸をかけて一気に裏編みで編んだら2段目の完成です。そしたら次は3段目になります。3段目は1段目の時と同じように、裏編みで1段ガーッと編んでいきます。これで3段目を編むことができました。次は4段目で、この段が最後になります。この段は2段目とほとんど同じ編み方をしますが、順番が少し違うのでやってみたいと思います。それではまず4段目では右上3目一度からスタートします。まず糸を手前に、編み地の手前に持ってきておいてください。そしてこの初めの先端から数えて3目分、こんな風に針を刺します。そして糸をかけて一気に裏編みで編みます。そして棒から外して、そして次は、この目から3目分一気に編みます。まずは表編み、そして次は手前に糸を持ってきて裏編み、そして次はまた後ろに糸を持っていて表編みをしたら、3目分1つの目で編めました。そしたら、これで1つ目の模様が完成したので、あとは2回同じことを繰り返していきます。今どこを編んでいるのかちょっとわからないなってなってしまった時に見つけるポイントとしては、この前々回の段でこの1つの目からこの3目分編んだところがあるじゃないですか。そこではその段のこの次の段、今編んでる段では、裏編みで3目一度で編んでいきます。次も同じように分からなくなった時の見つけ方としては、この前々回の段で3目一度をしたところ、ここが3目一度しているんですけれども、そこの次の段、そのまた次の段まで来た時は1目で3目分編む編み方をしてください。なのでここでは表編みをまず編んで、裏編みを編んで、最後にまた表編みを編みます。これで2つ目の模様ができました。そしたら最後です。最後はこの3目、前々回の段で3目分引き出して編む編み方をしているので、ここでは裏編みで3目一度押します。そしてこれができたら最後はこの1つの目から3目分引き出す編み方をします。これで4段目を編むことができて、1つの模様が完成しました。こちらが裏側になるので、
表から見るとこんな感じですね。これを続けていくとこんな感じにポコ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 とした編み地になります。ちなみにこの見本の編み地は中細毛糸で横方向に38面、縦方向には36段編みました。そしてこの長さは横は 13.5 センチ、縦は 11.2 センチになります。何かお作りになる際はよかったら参考にしてください。簡単ですごい可愛いので、ぜひぜひ編んで何か作っていただけたらいいなと思っています。それでは今回の動画はこれでおしまいです。何かご不明な点がございましたらコメント欄よりお聞かせください。この動画が少しでも良かった、このバブルステッチを使って何か編んでみようかなと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ニュージーランドの小さな部屋からの上原美穂でした。また次の動画でお会いしましょう。